十六桜。嘘のような十六桜咲きにけり。伊予の国訳郡に十六桜と呼ばれる有名な老樹がある。そう呼ばれるのは旧暦の1月16日になると花を咲かし、しかもその日にしか花を咲かさないからである。桜が花を咲かすのは普通春が来るのを待ってからだが、この木は大寒の最中に花を咲かせる。しかし十六桜は自らの命の力で咲くのではない。自らのものではない命、少なくとも当初は自らの命ではなかった。その命で花を咲かせる。この木にはある男の霊が宿っているのである。その男は伊予の侍であった。その木は侍の家に生えていて、他の桜と同様、3月末か4月の初めに花をつけた。侍は子供の頃、その木の下で遊んだ。もう100年来、花見時になると、両親も祖父母も、またその両親も、代々桜をたたえる漢詩や和歌を色とりどりの短冊に記して花の枝に結んだ。だが今は侍も大層を置いて子供たちにも皆先立たれてしまった。そうなるとこの世に愛する者はもはやこの木を置いて他になかった。ところがあろうことか、ある年の夏、木は枯れて死んでしまったのである。老人は深く心を痛めた。見かねた近所の人が親切にも美しい桜の若木を見立てて老人の庭に植えてくれた。そうすれば慰めにもなろうかと思ったのである。老人は近所の人に礼を言い、嬉しそうな様子をしてみせた。しかし心の中は嘆き、悲しみであふれていた。あれほど深く愛した老樹であったればこそ、何者もそれを失った嘆き、悲しみに代わる慰めとはならなかった。がついに老人は妙案を思いついた。こうすれば枯れた木を救えるかもしれぬという妙案を老人は思いついたのである。それは1月16日のことであった。老人は一人で庭へ出ると、枯れた木の前で礼をし、語りかけた。お願いでございます。私の願いを聞いてください。もう一度花を咲かせてください。お前様の身代わりになって私が死にまする。昔から神のご加護により、人は自分の命を他人にはもとより他の生物や樹木に対しても譲ることができる。身代わりに立つことができると信じられていたのである。それから侍は桜の下に白布と敷物類を広げ、そこに正座すると武士の作法に従って腹を切った。すると侍の霊は木に乗り移り、即座に花を咲かせたのである。それからというもの、毎年1月16日、
まだ雪の季節というのに花を咲かせるのである。